皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回は小川未明の作品、学校の桜の木です。大きな桜の木は学校の子供たちが大好き。いつも元気に遊ぶ子供たちを見守っています。でも、ある時、桜の木の元気がなくなってしまいます。さて、どうなるのでしょう。どうぞ、最後までお聞きください。学校の桜の木。小川未明。ある小学校の運動場に、一本の大きな桜の木がありました。その木は枝を四方に広げているので、夏になるとその木の下に日陰ができて涼しかったのです。子供たちはたくさんその木の下に集まりました。中には木に登ってセミを取ろうとする子がいたり、赤くなったさくらんぼを取ろうとする子もいました。桜の木はちょうどお母さんのように、子供たちのするままに任せていました。そして子供たちの楽しそうに遊ぶ様子を見下ろしながら、いつもニコニコと笑っているように見えました。無邪気な子供たちの中には、太い木だなぁ、と言って、小さな両腕を開いて、太い幹に抱きついて、見上げる子がいました。また、いい木だなぁ、と、今更のように感心して、眺める子もいました。年を取った木は、可愛らしい子供たちにこんな風にされるのが、本当にこの上もなく嬉しそうでした。そのうちに、年上の子供たちは、6年間の勉強を終えて、学校を卒業していきました。そしてまた幼い子供たちが新しく入ってきました。その子供たちはみんながしたようにこの桜の木の下で遊びました。桜の木は春には爛漫として花が咲きました。
夏にはまた日陰ができて、そこだけはどこよりも涼しい風が吹きました。こうして長い月日の間には、きっといろいろなことがあったでしょう。例えば、機関坊の秀吉が先生に叱られてこの運動場に立たされたとき、彼は悲しくなって泣き出しそうになりました。その時、木は、男は泣くものではない。さあ、私のそばへおいで。と言って、太い自分の体で秀吉を支えてくれました。また、弱虫の正坊が足を怪我して体育の授業を休んだ時のことです。さあ、この日陰に入っておとなしくしていなさい。それっぽっちの傷はすぐに治ってしまうだろう。早く元気になって私の頭の上まで登る勇気を出さなければならない。ここへ上がるととても素敵だから。あちらに町が見えるし、また遠い村の神社の屋根も見えて、いい景色だぜ。と、桜の木は優しく言ってくれたのでした。ある時には、生徒たちが二つの組に分かれて競技をしました。そういう時には、一方は赤い帽子をかぶり、もう一方は白い帽子をかぶりました。そして、一方は桜の木の右に、もう一方は桜の木の左に、というふうに陣取りました。その時、桜の木は悠々として、右を眺め、左を見下ろして、さもみんなの元気のいい顔を見るのが嬉しそうに、さあ、どちらもしっかりやるのだよ、と言っているように見えました。しかし、稀にいたずらっ子がいて、桜の木の皮を剥いだりしました。木はそんなことをされても黙っていました。でも、木を愛する他の善良な生徒たちは、決して黙ってはいませんでした。君、そんないたずらをしてはいけないよ。木がかわいそうじゃないか。と注意しました。そうすると、大抵の子供たちは、ああ、悪かった、と思いました。もしそれでも、その生徒が言うことを聞かないときは、先生がその生徒を叱り、みんなの大事な木をお前は傷つけていいのかとおっしゃいました。このように木もまたみんなから愛されていたのです。しかし、物には
盛んな時と衰える時があります。この桜の木も年を取ったせいか、それとも子供たちに地面を踏み固められたためか、今年の夏は大変弱ったのでした。木が弱ったと知ると、学校中は大変な騒ぎになりました。先生も生徒も用務員さんもみんな桜の木を心配しました。桜の木が弱っているからこの内側へ入ってはいけません。と木の周りに柵を作って札を立てました。そして毎日先生や生徒たちが裸足でバケツに水を汲んで運んだりしました。学校を卒業してしまった人も、昔自分のお友達だった桜の木が弱ったという噂を聞くと、心配をしてわざわざお見舞いにやってきました。だから桜の木はもう一度元気になって早く可愛らしい生徒さんたちを見守ろうと思っているのです。いかがでしたか？日本の多くの学校には桜の木があります。桜の木は春に花が咲きます。そして日本では卒業式や入学式を春にするため、その時期に花が咲く桜は学校のイメージととても強く結びついています。アニメや漫画で卒業式の日に桜の花びらが舞い散るシーンなどを見たことがある人も多いのではないでしょうか。もうすぐ日本は南の地域から順番に桜の花が咲き始めます。日本の春の象徴です。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。